こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、ヤマハの XSR900 ですね。注目のヤマハ、ネオレトロモデルがついに国内発表だぜ。計画販売台数は1500台、価格は税込み121万円、ライダー支援機能も盛りだくさん。しかも SP モデルの GP の噂もある。発売日は6月20日。そして今後の展開も期待できるモデルだぜ。大興奮ですね。でも、注目バイクゆえに、海外仕様考察や XSRGP の商標登録ネタ動画も作成済みだし、そんなに新しい情報はありませんよね。そんなことはない。全国の XSR900 を待っていた人たちのコメントや、新たに公開されたデザイン開発動画、今後の実車展示イベントなどの情報をゲットしてきたぜ。XSR900 のスペックと合わせて、小ネタを紹介していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。1、スペック考察。2、ライバル比較。です。じゃ、はじめ5。1、スペック考察。XSR900 のテーマはファスターサンズだ。はるかに早い息子、直訳家。現代人の多様化するライフスタイルの中で、普遍的なモーターサイクルの魅力を伝え続けていく、という考えを持つ一台だ。じゃ、その世界にふさわしい魅力と性能を体現したスペックをチェックしていくぜ。カラー&デザイン。国内仕様で発表されたカラーリングは2つ。ブルーメタリック C、レジェンドブルー。ブラックメタリック X、ミッドナイトブラック。だな。海外仕様と同じですね。カラー名は変わってますけど。重量は 193kg、シート高は 810mm、車体サイズは 255mm、790mm、1155mm で。あれ？海外仕様は全幅が 860mm だった気がします。70mm も差があるように見えませんけど。それな。ヤマハのサイトでカタログスペック読み方解説をチェックしてみたところ、全幅の計測方法は、ミラーを除く、横方向に一番飛び出した部分の数値。とある。ミラーの出っ張りは無視、バーエンドまでが全幅ってことですね。欧州仕様と違いはない様子なので、このズレは計測方法の違いだと思われる。ふむふむ。鮮やかな青い燃料タンクは2ピース構造で、前方カバーには3本のスリットが入っているぜ。バーハンドルは結構低く構えて見えるけど、モーターサイクルショーでまたがった時には、ライポジで気になるところはなかったぜ。バーエンドミラーの使い勝手はどうでした？後ろを見たいって思いながら見れば問題ない。慣れの問題ですか？あとシートだが、分厚くて座り心地が良さそうですね。と、思うだろ？違うの？これが結構硬かったんだよな。で、後ろ側は丸く盛り上がってるから、着座位置もビシッと固定される。これが若干窮屈ではあった。ちなみに、ビリオンシートも結構硬かったぜ。個人的感想ってことで、海外サイトのレビュー記事を参照したら、同じことが書いてあったな。ま、おしゃれは我慢ですよ。おしゃれといえば、欧州サイトには XSR900 の見た目を変えるアクセサリーパックがありましたよね。ああ、あったな。じゃ、サクッと紹介しておくか。レーザーパック。CNC 機械加工レバー、ブレーキとクラッチ、エンジン保護、艶消しアルミニウムのフロントマットガード、アクラポビッチのフルシステムエキゾーストが装着されるぜ。ロケットカウルはつかないのね。ストリートパック。ヘッドライトグリル、フライスクリーン、タンクグリッパー、黒いアルミニウム製のフロントマットガードがつくな。フライスクリーンがつくと、雰囲気が変わりますね。ウィークエンドパック。ソフトバックトラックを取り付けられる。この発想はなかったです。それほど大きくないのでファッション感覚かな。このセット装備は国内仕様に？残念ながら、このアクセサリーパック設定はない。じゃ、単品で？みんな欲しがるアクラポビッチのフル液マフラーやフライスクリーンは、残念ながら現時点では取り扱いがない。あちゃー、マフラーやスクリーンは印象が大きく変わるから、最初にカスタムしたいところなんですけどね。このあたりは、社外メーカーさんに期待だぜ。エンジンスペック。エンジンは DOHC3 気筒の CP 仕様。最大出力は 88kW120 馬力1万 rpm。最大トルクは 93.0 ニュートン 9.5kg メートル 7000rpm だ。車重は 193kg。燃料はハイオクで燃料タンク容量は14リットルだな。エンジンスペックは、ほとんど MT-09 と同じですね。車重は 4kg 重いけどな。燃費はリッター 20.4kg。航続距離は 285.6km だ。これも MT-09 と同じですね。海外のレビュー記事に書かれてたんだけど、エンジンスペックは MT-09 と同じだけど、エアーの吸気音がかなり違って聞こえるらしいぜ。へえ。MT-09 の吸気口は前方にまっすぐ伸びているんだけど、XSR900 はよりヘルメットに近い。そして3つに分かれたラグホールが、エアーの吸入音を超音してるんだってばよ。最近流行りのサウンドチューンも抜かりないですね。フレーム、足回り。サスペンションはベースとなった MT-09 と同じかヤバ製。ブレーキマスターはブレンボ製に変更されてる。ホイールベースは MT-09 に比べて 65mm 長くなってる。結構伸ばしました。この影響で、
MT-09 より扱いづらいかもって記事もあったけど、高速コーナーでは落ち着きが増してるって書いてあったし、足回りも MT-09 よりわずかにソフトらしいので、全体的な乗り味はコンフォートな雰囲気だって話だ。乗ったことないけどね。ブレーキ関連は、ブレンボのラジアルマスタシリンダー、デュアルフロントディスクだな。MT-09 の2新製と比べたら、かなりタッチが違うらしい。握ったことないですけどね。いちいち突っ込まなくていいよ。主がスペック中なのは知ってるだろ。気にするな。主要装備。さあ、お待ちかねの主要装備だ。一気に行くぜ。超軽量スピンフォージドホイール。鋳造ホイールでありながら単造ホイールに匹敵する強度と迅性を実現してる。見た目でも軽さを感じるホイールでした。フルカラー TFT メーター。MT シリーズと共通メーターなのは良いんだけど、やっぱりネオレトロにはデジアナメーターだと思うんだよな。車両と密接な関係にあるメーターだから、簡単には交換できないと思いますよ。そこをなんとか。6軸 IMU を活用した電子制御。ここはお値段以上の装備だ。トラクションコントロール、スライドコントロール、ブレーキコントロール、リフトコントロール、ライディングモードに、アップダウン対応のクイックシフター、アシスト&スリッパークラッチ装備。そして、MT-09 では SP 用装備だったクルーズコントロールも搭載。残念ながら ETC は別売りだけど、指定機種を購入すればメーター内の ETC インジケーター表示機能が利用できるぜ。機能的には CB1000R を超えている。これだけついて、お値段はいくらでしたっけ？車両価格。これだけ高機能なバイクのお値段は、121万円だ。販売計画は1500台、発売日は2022年6月30日です。ちなみに MT-09 のスタンダードが110万円、SP は126万5000円な。MT-09 のスタンダードと SP の差って何でしたっけ？専用のカヤバ製倒立式フロントサスペンションと、オーリンズ製リアサスペンションとクルコン装備だな。で、取り扱いは YSP 及びアドバンスディーラーのみですか？よし、レッドバロンは対象だな。乗り出し価格はおよそ130万円。YSP からデリバリー開始で初回ロット分は各点数台の割り当てって話です。1500台って販売計画は、YZF-R7 と同じ台数だな。R7 の発売は2月14日で、4月後半には街中で見かけるようになったから、XSR900 は9月頃から見かけるようになるかも、ってところか。MT-09 が生産遅延しているって話だし、初回ロット分以降はかなり遅れるって話ですよ。それなら XSRGP も視野に入れておかないとな。手元に届くまでに発表ってことになりかねん。それじゃお次は、気になるライバル比較だぜ。2、ライバル比較。今回の車種はこちら。Z900RS、ホークイレブン、GSX-S1000。それじゃ、比較評論。価格。XSR900 の121万円は攻めた価格だと思うのですが、本当にこの価格で大丈夫なのでしょうか？ヤマハさん。もちろんだ。この装備でこの価格なんて申し分なしだ。一体どんな企業努力をしてるのか、興味津々。で、残ったお金でカスタムを奮発すれば、ホークイレブンなんて目じゃないぜ。売られた喧嘩は全力で買いますよ。それとデザインなら CB1000R のが上ですよ。出た。CB1000大好きおっさん。バイクは値段で買うものじゃないですから。フィーリングですからね。重量&サイズ。重量は XSR900 が一番軽いな。排気量も小さいし、タンク容量も最小ですからね。そのおかげで航続距離が少し頼りないが、そこはライダーの腕でカバーだぜ。エンジン性能。パワー勝負なら S1000 ですね。名機と謳われる K5K6 型 GSXR1000 のエンジンは、高回転型でいい音を奏でるらしいぜ。まあ、その分燃費があれですけど。XSR900 も、MT-09 譲りのエンジンがいい仕事してるって話だぜ。MT 系も XSR 系も試乗したことは一度もないので、ぜひどこかで乗ってみたいですね。主要装備。これは文句なしに XSR900 だな。さすがに最新機能の ACC は採用されてないけど、1世代前に採用された憧れ電子制御は全部載せだ。特にクルーズコントロールの採用は、かなりのアドバンテージだぜ。さ、比較はこんなところだな。やはり、この価格でこの性能、ってところがポイントですね。じゃ、お次は小ネタで締めくくりだ。まとめ&おまけ情報。で、マリサさん、XSR900 はいかがでした？何も言うことはない。このデザインに惚れたなら行くしかない。モーターサイクルショーでも大人気でしたしね。で、大絶賛の XSR900 ですけど、気になる点はないの？ネットで見かける意見と回答はこんな感じだ。ネットでの反応。廃屋仕様って？先代から廃屋だったぜ。タンクと色を合わせたテールカウルが欲しい。XSRGP を待て。ダウンマフラーだったらよかったのに。アクラポビッチを海外サイトでゲット。トラブル覚悟。エクスクルーシブモデル格上げ。時代の流れだ。レッドバロンで下取り購入が吉。いろんなご意見が。ま、ないものねだりは世の常だ。
バイクをオレ色に染めていくのも楽しみのうちってことで、まずはタイホーク11ってことで、ダウンマフラーと FRP 製のロケットカウルの発売を求む。また言ってますね。森脇さん、期待してます。次は XSR900 関連の小ネタをいくつか。車両展示情報。まずは原車展示のイベントだ。全国各地にて開催中のヤマハリダー S カフでは、XSR900 の車両展示があるぜ。お近くの方はツーリングの目的地としていかがでしょうか。イベント展示だけじゃなく、試乗会も開催してほしいですね。ヤマハのコミュニケーションプラザでも展示されてるぜ。関連動画。あと、今回の国内仕様に合わせて XSR900 の新しい動画が公開されていたぜ。ヤマハの歴代レースモデルを確かめながら、XSR900 のデザイン思想を語るムービーだ。動画中にはデザインスケッチが映るんだけど、その中にビキニカウルを装備したデザインもあったぜ。噂の XSRGP では、各パーツのアップグレードだけじゃなく、テールカウルモデルやシート形状変更なども期待せずにはいられない。あ、今回話題にしなかった、ゴロワーズカラーネタや、XSR の歴史を説明は、概要欄に動画リンクを貼っときますね。じゃ、全国の XSR900 買う勢の皆さん、予約競争へ行ってらっしゃい。主は参戦できませんので、ぜひ喜びの声を聞かせてくれ。今回のお話は、以上になります。お次は、青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。今回のネタは何かな？久しぶりにツーリングネタです。開催日が迫ってきたので再び紹介したいと思います。どこへお出かけですか？串谷、コーヒーブレイクミーティング、です。6月4日土曜日、三重県の松阪市にある道の駅、飯高駅で開催されます。開催時間は7時から12時です。おっさんの朝は早い。無料配布される串谷総合カタログを見ながら、モーニングコーヒーをいただきたいと思います。スタンプラリーもあるみたいだぞ。集めるとコーヒーマグがゲットできるとな。会場にお見えになった方は、ぜひ、青月電子台ツイッターに DM くださいね。なんかくれるの？名刺ぐらいなら。名刺かよ。それでは、松坂でお会いしましょう。では、今回はこの辺で。それでは、See you!